進撃の巨人はマーレ編以降様々な計画を持つ派閥が多数あったため話が複雑になりました。今回は兵団の計画、ジークの計画、イエーガー派の計画、調査兵団の計画を一つずつ見た上で、なぜエレンがこの結末を選んだのか、エレンのサイコパス発言を絡めて考察していきたいと思います。まず基準となるのが兵団の計画です。この計画は常にオープンであり、エレンもジークもこの計画に乗っている体で話が進んでいきました。その計画は清美の発言が一番まとまっています。まず一つ目が地ならしの実験的活用です。小規模の地ならしにより世界連合軍を壊滅させることでその破壊力を世界に見せつけ、少なくとも50年間パラディ島に手出しできないようにすることが目的です。ここでいう小規模の地ならしとは志願しなく外壁の数百体によるものを意味します。そして2つ目がヒーズルの介入です。その50年の間に島の軍事力を世界の水準まで底上げし、地ならしなしでも世界と渡り歩ける国家に育てることが目的です。そして3つ目が始祖と王家の血を引く巨人の継続的な継承です。これは地ならしの維持に必要でした。そのためヒストリアは王家の血を引く子を可能な限り増やすことが求められました。さらに兵団はジークを信用できないとしてジークを島に作なりヒストリアに食わせることを画策していました。またレベリオ襲撃以降はエレンも信用できないとして始祖を他の誰かに移す計画も進めていました。これを兵団の計画と言いましたが、イエレナ以外の義勇兵とヒーズルも同じ立場だったと言えます。義勇兵の目的はマーレに奪われた祖国の解放だったため、マーレを倒せる軍事力、つまり地ならしさえあればそれを誰が使おうが関係ありませんでした。そしてヒーズルの目的は行方知れずだった将軍家末裔であるミカサの保護でしたが、世界から憎まれるパラディ島と同盟を組むのならそれ以上のメリットがなければ乗り出しませんでした。そのメリットこそパラディ島に眠る地下資源、氷河石を独占取引し大きな産業を手にすることでした。つまり義勇兵もヒーズルもパラディ島と同盟を組み、地ならしの圧倒的な力をもってして世界と渡り合える大国にしようとしていたわけです。しかしこの計画には問題点が2つあります。1つ目がヒストリアの犠牲です。ここでの犠牲とはヒストリアが巨人を継承し13年で死んでしまうことと、島の生贄になるためだけに生まれる子を産ませ親子同士を食わせ続けることを意味します。また清美は地ならしは50年で必要なくなると言っていましたが、それほど強力な兵器を50年で手放せるはずもなく、継承者一家は暗殺の危険にさらされ続け、何世代にもわたり継承が繰り返される解決不能な問題となっていたでしょう。そして2つ目の問題点が巨人による苦しみが永遠に続くことです。先に述べた継承問題を含め、巨人兵器による戦争やエルディア人の差別など、巨人がいることによる苦しみがエルディア人だけでなく世界中で続くこととなります。それに対し解決策を見出していたのがジークでした。ジークの計画とは始祖の力によりユミルの民の体を子供の産めない構造にすることで巨人になれる民族を絶滅させるというものでした。エルディア人はこの世に生まれてこない方が幸せだという思想です。そして生殖能力を失ったパラディ島の国民は寿命によってゆっくりと安らかに死ぬ。だから安楽死計画なのです。しかしジークはウォールマリア奪還や巨大樹ホテルなどで調査兵団を虐殺しています。これに対するジークの言い分は、そいつから生まれてくる命をこの残酷な世界から救ってやったというものでした。そもそもジークは生命というものを否定していました。死という恐怖に支配され何の意味もなく、ただ増えるためだけに踊らされるものであると。ですからジークは人を殺すことに関して罪悪感を感じませんでした。むしろ恐怖から解放してあげる善行と捉えていたのかもしれません。そしてジークはこの安楽死計画をイエレナとエレンにだけ共有しました。しかしこの計画にも問題点があります。一つ目は同じくヒストリアの犠牲が必要となることです。ユミルの民の人口が減り続けたら国の元年は老いぼれしか生き残らなくなります。世界のパラディ島に対する憎しみが消えるわけではありませんし、パラディ島には大量の地下資源が眠っているため他の国が放っておくわけがありません。その中で島を守るには地ならしの維持は必須でした。しかしヒストリアは妊娠していたため、その子供を無垢の巨人化し子に母のように拘束。あとは始祖の巨人をユミルの民が最後の一人になるまで継承し続ければヒストリアが巨人になる必要はありませんでした。しかしヒストリアの子供は生まれながらにその運命を背負うこととなっていたため、これもヒストリアの犠牲とここでは捉えます。そして2つ目が計画の不完全さです。もしかしたらジークの死後
始祖の力を使ってユミルの民が子供を産めるような体に戻すこともできるかもしれません。また守りの薄くなった国の晩年に始祖か王家の巨人が暗殺されれば、地ならしの切り札を失い取り残されたパラディ国民は安らかには死ねないでしょう。以上の理由に加え、生命の否定という根本の思想の相違からエレンは安楽死計画に同意できませんでした。そしてそれに対するもう一つの解決策がイエーガー派の計画でした。その計画とは、地ならしにより壁外の人類を皆殺しにするというものでした。イエーガー派といってもエレンの計画とは少し違いますが、エレンはその意思をヒストリアとフロックに伝え協力を仰ぎました。ではなぜ2人にだけ話したのでしょうか。まずヒストリアに対する理由は、兵団がジークの獣をヒストリアに移す計画を立てていたからです。それを阻止するためエレンは自身の計画をヒストリアに伝え、兵団と争うか逃げるかの選択肢を提示しました。ヒストリアは当初地ならしによる虐殺に否定的でしたが、エレンのある言葉により地ならしの黙認を決意します。その言葉が、あの時俺を救ってくれた世界一悪い子というものでした。これは礼拝堂でヒストリアがエレンに向けて言った、人類なんか滅ぼされたらいいんだ、つまり私は人類の敵、最低最悪の超悪い子、私は人類の敵だけどエレンの味方というセリフをそっくりそのまま返したものだと思います。人類の敵で俺の味方なら俺の地ならし計画にだって協力できるはずだとエレンに頼まれたことで、ヒストリアはその計画をしぶしぶ受け入れました。しかしヒストリアはエレンの地ならし計画を黙認する代わり、兵団と争うのでも逃げるのでもなく妊娠という代替案を提案しました。その理由についてはこちらの動画で解説しています。ちなみにこの場面でエレンはヒストリアに巨人がいなくなる未来を共有したという意見もありますが、私はそうは思いません。それはエレンのこのセリフからわかります。耐え難いなら始祖の巨人の力で記憶を操作する。それまでお前が黙っていれば。まずエレンが記憶を操作できるのは始祖の力を得てから、すなわちジークと接触を果たしてからです。つまりジークとの接触までヒストリアが黙っていれば、あとは始祖の力で忘れさせてやるという意図の言葉でしょう。しかしエレンの見た未来は巨人の力が消滅するという結果でした。このシーンからわかるように、巨人の力が消滅すれば失われた記憶も戻ります。したがってエレンはヒストリアの記憶を改ざんする気などさらさらなかったことがわかります。なぜなら地ならしを黙認した事実を忘れさせてもその後すぐに思い出してしまうからです。それでもヒストリアに記憶を操作してやると嘘をついたということは、巨人がいなくなる未来は共有しておらず、地ならしによって全ての敵を駆逐するという計画を伝えていたことになります。つまりこの場面でエレンはヒストリアが記憶の操作を拒むと分かっていながら話を持ちかけ、地ならしを黙認する決断をさせるようにうまく言いくるめたということです。よってヒストリアは8割の虐殺で地ならしが止まり、エレンが殺され巨人が消滅するという結末は最後の最後まで知りませんでした。それらの結末はおそらくヒストリアに対しても他の104機と同様に道で話したと思われます。その際にエレンは巨人のいない世界をパラディ島の女王であるヒストリアにも託しました。そして次にフロックに対して計画を伝えた理由ですが、これはシンプルに口裏を合わせるためでしょう。イエレナとエレンの仲介役を担ったフロックは安楽死計画を盗み聞きしました。安楽死計画を阻止しようとフロックに勝手な行動を取られてしまっては、エレンとジークによる接触というエレンの計画が狂います。そのため安楽死計画に乗ったふりをして地ならしを発動させる計画をフロックと共有しました。そしてエレンの決意に心を動かされたフロックは同志を集めイエーガー派を結成します。しかしエレンの想定以上にイエーガー派は膨れ上がり過激化しました。それはエレンがイエーガー派と初対面した時、多いな、何人いると言っていたことから分かります。またダリス・ザックレーを爆弾で吹き飛ばした者もいるというフロックのセリフから、ザックレー殺害はエレンの指示ではなかったことが分かります。エレンはジークとの接触までの間、兵団と争う勢力が必要と考えてはいましたが、パラディ島内での殺し合いはできるだけ最小限にとどめたかったはずです。またジークの計画には脊髄液入りワインという保険がありましたが、エレンとしてはできれば使いたくありませんでした。脅しとして使うことはあっても同胞を巨人にしたくはなかったはずです。脊髄液入りワインという最終手段をジークに使わせないためにも、エレンは兵団に降伏を促し無血でジークとの接触を目指しました。しかし結果としてマーレが奇襲を仕掛けてきたため、その乱戦の中でジークは叫び、多くの同胞が巨人化し殺されてしまいました。また地ならし発動後、自分を止めに来るはずのアルミンたちと想定以上に膨れ上がったイエーガー派との戦いも激しいものとなってしまいました。その結果ハンジやフロック、ダズ、
サムエル、キースなど多くの仲間が内乱で死んでしまいました。始祖の力には過去も未来もないため、ジークとの接触後、エレンが始祖の力を使い仲間を操れば内乱を防ぐことはできたと思いますが、エレンはそれをしませんでした。その理由はこれが全てだと思います。俺は自由を手に入れるため世界から自由を奪う。だがお前らからは何も奪わない。お前たちは自由だ。エレンが最も嫌いなものは不自由なやつ、もしくは家畜です。エレンは始祖の力でグリシャやダイナ巨人など過去の人間は操りましたが、共に戦ってきたパラディの仲間を操ることはしたくありませんでした。仮にその仲間が死ぬことになったとしても、仲間から自由を奪うことだけはしたくありませんでした。自我を失ったまま生かされることより、自分の信念に従い戦ったゆえに死ぬことの方が良いと考えたのでしょう。そのためエレンは始祖の力を得た後も意図的に仲間を放任しました。話を戻しますが、フロックはエレンが壁外人類を死滅させると思い込んでいたため、エレンを中心とした平政権確立の基盤を整えようとイエーガー派を拡大させました。しかし民衆や兵士の多くはレベリオ襲撃を成功させたエレンを盲信する信者になっていたため、イエーガー派の拡大とその過激化はフロックに計画を伝えていなくとも必然的なものだったと思います。そしてそのエレンの示した壁外人類の滅亡という選択肢に多くの兵士と民衆が賛同しました。敵がいなくなれば戦いも終わりますし、地ならしの維持も必要ありません。パラディ国民にとっては最高の選択でしょう。しかしこの計画の代償には前代未聞の大虐殺が必要になります。また地ならしで全ての地表を踏み鳴らしても、一部の人間は空や海に逃げ生き残ることができるかもしれません。その小さな目からまた憎しみの連鎖が始まる可能性もあります。また世界という強大な敵がなくなったことで、パラディ島内での権力争いが過熱し分断、その戦いに巨人が使われれば巨人による苦しみはいつになっても終わりません。そんな中、他の選択肢を探していたのはエレンだけではありませんでした。それがハンジラ調査兵団です。彼らは壁外への潜入調査を行い、壁の外も壁の中も同じであることを身に染みて感じたことでしょう。ヒーズルを介した世界との対話やユミルの民保護団体などを頼り、平和を訴えることで争いがなくなる道を探していましたが、そんな策など見つかりませんでした。最終的には兵団の計画に沿うつもりでエレンとジークの接触を手助けしましたが、エレンの世界滅亡計画を受けて人道を貫き止めに行きます。ここで改めてエレンの計画を整理します。エレンの計画とは、ジークの安楽死計画に乗ったふりをしてジークと接触を果たし、地ならしを発動させて人類の8割を虐殺すること。そして突き放したアルミンたちに自分を討ち取らせ、人類を救った英雄に仕立て上げることでした。そして巨人のいなくなった世界をアルミンたちに託す。ここまでがエレンの見ていた未来でした。エレンは死ぬまでこの未来を一人で抱え込みました。ではなぜこの未来を望んだのでしょうか。理由は大きく分けて3つあります。1つ目は仲間に幸せになってほしかったからです。エルディア人が絶滅する道もヒストリアが犠牲になる道も避けるため、エレンは地ならしによる虐殺を選びました。そしてエレンは自分が死んだ後の世界が仲間たちにとって明るい未来になることを望みました。それが巨人のいない世界でした。しかしここで矛盾が生じます。エレンは大切な仲間を生き残れるかどうかもわからないまま戦いに巻き込んだとは言っていましたが、結果的にサチャやハンジら多くの仲間が死んでしまいました。サチャやハンジが死ぬことは仲間に幸せになってほしいという意思に反するようにも思えます。他に選択肢がなかったからとも言えますが、私は仲間のため以外にも理由があったと考えます。それが2つ目と3つ目の理由に関わります。2つ目の理由はエレン自身が巨人の駆逐を望んでいたからです。巨人の力が消滅しなくては本当の平和は訪れないという論理的な理由以外にも、巨人に母親を殺された憎しみによって巨人を駆逐してやりたいという強い意志がエレンの根底にあったことが大きいと思います。そして3つ目の理由が少し難解ですが、なんでかわかんないけどどうしてもやりたかったからです。エレンはアルミンたちに止められる結末が分かってなくてもこの世の全てを平らにしてたと言っています。これはエレンが生まれた時から自由を求める精神を潜在的に持っていたことの証明でしょう。ここまで来てエレンは決まった未来に沿って全て操られていたというオチだと今までの話が茶番と化します。そうではなく、確かにエレンは決まった宿命を抱え込んでいたけれど、根底には自由になりたいという生まれながらに持つ原初的欲求があった。もしくは生まれながらに宿命を抱え込んでいたからこそ、そこから逃れたい、解放されたいという衝動がエレンをそうさせたとすると、これまでの話を否定することにはなりません。
エレンのサイコパス発言にはそんな意図があったのだと私は考えます。つまりエレンがこの道を選んだ理由は仲間のためだけではなく自分のためでもありました。最終話で全部僕たちのためにやったのというアルミンの問いに対し、エレンが否定も肯定もしなかったことがそれを象徴しています。進撃の巨人のいいところはこの主人公の選択を正しいものとも間違ったものとも描いていない点にあると思います。確かにエレンの選択により多くの人類が虐殺されましたが、パラディ国民は救われた上、この先永久に続くはずであった巨人による苦しみはなくなりました。またアルミンたちが英雄となったことで世界には平和の兆しが見え始めます。しかし一方でハンジは虐殺を肯定する理由があってたまるかと言っていますし、アルミンは僕たちのために殺戮者になってくれてありがとうとは言いましたが、その行為を過ちとも言っています。かといって彼らが正しかったとも限りません。彼らは虐殺を止めるためパラディの仲間を裏切り殺しました。どちらも人を救うため人を殺す行為です。この物語において正しい人間などいません。正しくあろうとした人間がいただけです。そして読者の間でもこのエレンの選択に対して意見が分かれています。しかしそこに一つの答えなどないでしょう。その論争を巻き起こすことこそが伊佐山先生の狙いであったと思います。皆さんはこのエレンの選択をどう考えますか？ご視聴ありがとうございました。この動画は現時点での私の解釈をまとめたものです。理解することを諦めない姿勢で今後も考察を深めていきたいと思っているので、ぜひ次の動画をお待ちください。